契約外作業を無料で強要する客を契約書で完全論破した結果、これくらいサービスでやれよ。契約書読めないんすか？これは契約外の作業を無料で強要する客先課長に対し、契約書と弁護士を武器に完全論破したスカッとする話だ。俺は27歳のシステムエンジニア、中堅 SIR で基幹システムの開発をしている。半年前から某大手企業の基幹システム刷新プロジェクトに参加していた。プロジェクトは順調で、あと3ヶ月で納品予定だった。契約通りに進んでいたし、客先も満足していた。順調なプロジェクトって珍しいな。何か起きそうな予感。そう思っていた矢先、事件は起きた。客先の上質課長が突然こう言い出した。さ、在庫管理機能に予実管理も追加してよ。予実管理ですか？それは契約の範囲外ですね。細かいことは気にすんなよ。これくらいサービスでやるのが当然だろう。サービス？予実管理は別システムレベルの大規模機能だぞ。追加開発となると別途お見積もりが必要になります。はあ、何言ってんの？うちは年間数千万払ってんだぞ。このくらい無料でやるのが筋ってもんだろ。いえ、契約書には明確に範囲が定義されておりまして。契約書？そんなもん知るかよ。できないって言うなら契約解除してやろうか。はあ？何この課長。契約書知らないって終わってるだろ。俺は一旦持ち帰ることにした。上司に相談すればちゃんと説明してくれるだろうと思った。課長、客先から契約外の追加要求がありまして。どんな内容だ？在庫管理に予実管理機能の追加です。これは明らかに契約範囲外なので追加見積もりが必要かと。でも客を怒らせるのはまずいな。そのくらいサービスでやっといてくれ。サービスって工数だけで100人日は超えますよ。それくらいなんとかしろよ。お前の対応が悪いから客が怒ってんだろ。は？上司も終わってんな。100人日って数百万円レベルだぞ。客の顔色伺いすぎだろ。結局俺が何とかするしかなくなった。俺は必死に工数を削減する方法を考えた。でもどう考えても契約範囲外の大規模開発だった。課長、やはり追加見積もりをお願いしたいのですが。まだそんなこと言ってんのかよ。他にも追加したい機能があるんだよ。他にも？それは何でしょうか？売上分析ダッシュボードと自動発注機能だ。あとスマホアプリも作ってくれ。スマホアプリ？それも別プロジェクトレベルだぞ。これ完全に舐められてるだろ。契約って概念ないのかこいつ。課長、これらは全て契約範囲外です。別途契約が必要になります。契約うるせえんだよ。できないって言うなら今すぐ契約解除するぞ。それと損害賠償もな。このやり取りは全て録音していた。録音してるのいいね。客先課長の無茶ぶりはエスカレートする一方だった。なんでまだできてないんだよ。課長、まだ正式な契約をいただいていないので。契約なんかいらねえって言ってんだろ。今週中に全部完成させろ。できないなら今すぐ帰れ。今週はたって無理ゲーすぎる。完全にパワハラじゃん。上司に再度相談したが、やはり同じ答えだった。客の言う通りにしろって言っただろ。深夜でも休日でも対応しろ。深夜や休日もですか？当たり前だろ。お前のせいで契約解除されたらどうすんだ。これブラック企業だろ。上司も客先もヤバすぎ。こうして俺は深夜や休日も働くことになった。チームメンバーも疲弊していた。本来の契約作業すら進まない状況にみんなストレスを抱えていた。先輩、もう限界です。毎日終電で休日も出勤して、しかも全部タダ働きなんて。なんでこんな契約外の仕事をタダでやってるんですか？すまない、俺もなんとかしたいんだが。そんな中、さらに追い打ちをかける出来事が。客先課長からメールが届いた。なんだこれ。メールには追加機能が納期に間に合わないのは俺たちの能力不足であり、損害賠償を請求すると書かれていた。は？
完全に理不尽だろ。契約外の仕事で損害賠償とか意味わからん。さらに課長はこうも言ってきた。お前ら本当に能力ないよな。こんな簡単な機能も作れないとか。 SE 失格だわ。課長、これは契約範囲外の大規模開発です。簡単な機能ではありません。言い訳すんなよ。お前らの会社って SE の教育もろくにしてないんだろうな。こんな無能な会社と契約したのが間違いだったわ。人格否定までしてきやがった。これ完全にパワハラだろ。俺は我慢の限界に達していた。しかしここで感情的になっても意味がない。冷静に証拠を集めて対応しなければ。そして状況はさらに悪化した。本来の契約範囲の開発に工数を避けずプロジェクトが遅延し始めた。おい、納期遅れそうだってどういうことだ。それは契約外の追加開発に工数を取られているためで。知るか、納期は絶対だ。遅れたら損害賠償請求するからな。これもう理不尽の極みだろ。どうすんだよこれ。さらに自社の上司からも責められた。おい、客から苦情来てるぞ。お前の対応が悪いからこうなってんだろうが。課長、これは契約外の要求を断らなかったことが原因です。うるせえ。とにかく客を満足させろ。しかし課長、これは明らかに。できないならお前の評価下げるぞ。ボーナスカットもありえるからな。わかりました。この時俺は完全に決意を固めた。もう二度とこんな理不尽な要求には屈しない。上司も最悪だな。完全に孤立無縁じゃん。俺は決意した。このまま泣き寝入りするわけにはいかない。契約書という最強の武器があるじゃないか。そうだ、契約書を使え。一致頑張れ。家に帰った俺はすぐに行動を開始した。まずは契約書の徹底分析だ。契約書には開発範囲が明確に定義されていた。在庫管理、発注管理、納品管理、請求管理の4機能、予実管理もダッシュボードもスマホアプリも一切含まれていない。完璧だ。これで第一の証拠は揃った。契約書は最強の証拠だな。次に課長とのやり取りを全て整理した。課長からのメールが15通、会議の議事録が7回分、録音データが合計3時間分。メール、議事録、録音データ全て時系列で並べる。課長が契約外の要求を繰り返していた証拠、無料でやれと強要していた証拠、人格否定やパワハラ発言の証拠、全部録音しててよかった。証拠の山だな。さらに追加要求された機能の工数を詳細に算出した。予実管理機能、80人日売上分析ダッシュボード、60人日自動発注機能、50人日スマホアプリ開発、120人日合計310人日、金額にして約800万円だ。800万円。これをタダでやれとか頭おかしいだろ。次は弁護士への相談だ。知り合いの IT 業界専門の弁護士に相談した。なるほど。完全に契約違反ですね。契約書に明記されていない作業を無償で強要するのは不当です。さらにパワハラ発言も法的に問題があります。どう対応すればよいでしょうか。まず本社の社長と法務部に全ての証拠を提出してください。上司を飛び越えて社長に報告しても大丈夫でしょうか。むしろそうすべきです。上司は契約管理を怠り会社に損害を与えかけています。経営層に直接報告することは正当な行為です。契約外作業の見積もりと実施済み作業の請求も合わせて。実施済み作業の金額はどのくらいになりますか。見積もりでは約300万円相当ですね。私から客先企業にも内容証明を送りましょう。契約違反とパワハラについて法的措置を示唆します。わかりました。お願いします。弁護士まで動いた。これは勝ったな。弁護士との打ち合わせを終えた俺はすぐに行動に移した。上司を飛び越えて社長と法務部に直接メールを送った。件名は緊急、客先からの契約外作業強要と損害賠償請求の件、契約書、やり取りの記録、録音データ、工数見積もり、
すべての証拠を添付して送信した。これで後戻りはできない。30分後、社長から直接電話がかかってきた。すぐに会社に来てくれ。緊急役員会議を開く。はい、すぐに参ります。社長が動いた。ここから逆転だな。会議室には社長、法務部長、そして不機嫌そうな上司がいた。まず君から状況を説明してもらおう。メールで送られてきた証拠資料に目を通したが、これは看過できない問題だ。はい、客先の上司須課長から契約外の作業を強要されています。これが契約書です。開発範囲が明確に定義されています。しかし課長は予実管理やスマホアプリなど合計800万円相当の追加開発を無料でやれと強要しています。ちょっと待て。そんな大げさな。これが証拠の録音データです。俺は録音を再生した。契約なんかいらねえって言ってんだろ。お前ら本当に能力ないよな。こんな無能な会社と契約したのが間違いだったわ。これは完全な契約違反だな。しかもパワハラまで。いいや、これは誤解で。君は何をやっていたんだ。契約外の作業を無償で受けろと部下に指示したのか。そう、それは客を怒らせないためで。800万円の損失を出してまでか。上司も詰められてる。ざまあ、すぐに客先企業と緊急会議を設定しろ。弁護士も同席させる。会議室には俺たちの社長と弁護士、そして客先企業の部長と問題の課長が揃っていた。本日は重大な契約違反についてお話しさせていただきます。秘書の課長から契約範囲内の作業を無償で強要されました。契約範囲内？そんなことは聞いていません。部長、これは誤解です。こちらが約束を守らないから指導しただけです。ではこちらをご覧ください。こちらが契約書です。開発範囲は在庫、発給、納品、請求の4品のみです。しかし課長は予実管理、ダッシュボード、スマホアプリなど合計800万円相当の追加開発を無償で強要しています。実際の録音データもございます。課長の発言を一部お聞きいただきましょう。このくらいサービスでやるのが当然だろう。お前らの会社って SE の教育もろくにしてないんだろうな。800万円にそんな高額なわけ。こちらが詳細な工数見積もりです。スマホごとに詳細に算出しています。さらにこちらが録音データです。録音？俺は録音を再生した。契約なんかいらねえって言ってんだろ。これくらいサービスでやるのが当然だろう。お前ら本当に能力ないよな。こんな無能な会社と契約したのが間違いだったわ。これは一体どういうことだ。部長、これは黙れ。申し訳ございません。当社の課長の不適切な言動により記者に多大なるご迷惑をおかけしました。客先が謝罪した。完全勝利じゃん。それでは今後の対応について協議させていただきます。すでに実施済みの契約内作業については工数に応じた費用をご請求させていただきます。また今後の追加費用については正式な契約を結んだ上で対応させていただきます。承知いたしました。こちらの課長は即座に降格、移動させます。部長、そんな当然だ。契約書も読まずに無茶な要求をして会社に大損害を与えたんだぞ。こうして会議は終了した。客先部長は深く頭を下げて謝罪した。課長は青ざめた顔で何も言えなかった。最終的に追加機能は正式契約として800万円で予実管理、ダッシュボード、自動発注、スマホアプリ、すべて正式な開発範囲として契約書に明記された。すでにお勤めの作業についても300万円が支払われることになった。合計で1100万円の追加収入だ。1100万円。すごすぎ。君の迅速な対応のおかげで大きな損失を回避できた。それどころか正式な追加契約まで獲得できた。君をプロジェクトリーダーに昇進させる。それと特別ボーナス150万円を支給する。ありがとうございます。なお前任の課長は降格処分とした。契約管理を怠り会社に損害を与えかけた責任は重い。上司もざま。全部丸く収まったな。オフィスに戻るとチームメンバーが待っていた。先輩、
本当に勝てるとは思いませんでした。みんなのおかげだよ。無理な作業に付き合ってくれて本当にありがとう。それから数ヶ月後、俺は新しいチームを率いて追加機能の開発を完了させた。プロジェクトリーダーとして5人のメンバーをマネジメントした。今度は契約通りの開発範囲で余裕を持って進められた。客先の新しい担当者は非常に協力的で仕事がやりやすかった。契約書の範囲をしっかり守り、追加要求があれば都度見積もりを出す。当たり前のことを当たり前にやるだけでこんなに働きやすくなるんだ。例の課長はというと、客先企業で合格され地方の営業所に異動になったらしい。さらにパワハラで複数の部下から訴えられて最終的には退職に追い込まれたそうだ。その経験から学んだことは、契約書は最強の武器であるということ。どんな無茶な要求も契約書に書いていなければ断れる。そして理不尽な要求には証拠を揃えて対応すべきだということだ。メール、議事録、録音データ、全てが自分を守る盾になる。泣き寝入りする必要なんてないんだ。最後まで読んでくれてありがとう。ルシオ2、スカッとした。続編も期待してる。面白かった。契約書大事だな。